こんにちは。わびチャンネルナビゲーター森前です。今日はここ東京都江戸川区、盆栽作家として世界にも名高い小林邦夫先生が所有する春華園盆栽美術館、そしてこの立派な建築が以前にもこのわびチャンネルでご紹介しましたが、盆栽水石を楽しみ見つめる建物、慶賀亭です。今日はこの慶賀亭から昨年に引き続き開催される原稿会展、この様子をお伝えします。原稿会は今から18年前に組織された愛好家の盆栽水石を深く楽しみ研究しようという皆さんが集まって作られた団体です。静かに気高く、そして見つめる世界、これをご案内します。どうぞお楽しみください。慶賀亭入り口上がり床の脇にあるこの構え、楓の値上がりの石付きに、そこに合わせているのは八海山石のたまり石です。有田焼の白い水盤が石を映えさせています。今回の展示は4月下旬、新緑の爽やかさ、それを歌う季節の入り口にふさわしい飾り、盆栽界でも有名な清水千恵里さんが研修生として参加しています。慶賀亭玄関正面を飾る宙吊り塗り床と言われる場所です。今回は荒川もみじの青葉の新緑の姿、脇には日本に数枚残ると言われる名水盤、小当り紫南京楕円を使った安倍川の小さなたまり石、そして掛物には月に遠くに飛ぶホトトギス一羽、江戸期の名筆加納永世院の筆によるものです。この季節を歌い、そして人々を迎え入れる本石として、青葉の美しさ、幹味の素晴らしさ、そして白高地の合わせ、掛物、水盤、水石、三位一体となった手本のような一石です。慶賀亭本間、春華園の床、その左側に位置する春の床、黒松の明樹、そして名筆横山大観の富士、脇には福の神の木彫、まさに格調の高さ、そして緩みない王道の飾りを表した一石です。三間続きの中央、花の床、この石は水盤飾りの水石床です。末光石、明、千山万両、水盤は幻の名器と謳われるのんべえ、よもぎ湯切ったて長宝、名松島。おそらくこういう展示に飾られる本邦初公開と言えます。掛物は原稿会並びにすべての盆栽水石飾りの戦後の基礎を築いた片山一雄先生の書、山これ山。脇には木彫の茶人の像、左の高みには鼓動の五重塔。山景色に思う気高い精神を道具使い、掛物使いで表した立派な石です。三連床の右床、
円の床、五葉松の五冠のたなびく姿、鉢持ち込みの古い幹味の古さは抜群のこの木。名鉢作家一葉によるあつらえの鉢に収められたすっきりとした鉢写り。常盤の緑が風になびくその姿を、日輪の普段見る掛け物とは違う雲間に浮かぶ静かな日の光。脇床にはそれを眺める木彫の孔子の像。そして留め飾りとして脇書院に安倍川のくず屋。まさに孔子が住み暮らす静雅な空気を五葉松中心に描き出しています。本間、その対面にしつらえられた六曲半層の金屏風。この前には2隻の水石が飾られています。この原稿会を見守ってくださる特別出品のお二人。右手の世田川の顕廟石。大徳寺宝珠院ご住職の石が物語る中身。石の中に見える山影。達磨大師の石の壁。見る人の心によって移ろうその姿は、まさに禅の境地にある世界です。対極する右手の水盤飾り。自然界が作り上げた造形といえる鋭い線とその石姿を持つこの抜けのある石。財団法人慶雲庵理事長田中啓二さんの回遊的な立場での展示です。使われる明器植松東水の鉄車水盤が石の厳しさと共鳴しています。本間、左手に作られた白鳥の子屏風六曲半層による連石飾りです。ひ一とした赤松の双冠。左側に置く鞍馬石、名東山が物語る東山36峰京都の山々にたなびくような松姿。両流れと言われる左へ2点とも流れていく石。奥へとつながる原稿界すべての石へのいざないの流れを果たしています。奥の間大床飾り。五葉松三冠のたなびく半剣貝の木。受け止める掛け物は横山大観幕府の図。淡い水墨に近い中に描かれたわずかな緑が渓谷の滝を抱く山景色を描いています。脇床には古道の力強い水盤に合わせた古谷石の古石。おそらく500年近い愛玩の歴史のあるこの石。名を東国。自然界のあるべき厳しい姿を描いた一石。さてこの石には続きの飾りがあります。五葉松と大観の滝。この大床飾りの床の間から降りた聖線には、河合玉堂による三福一対の大滝の姿。ヒッチ早い水墨のみで描かれたこの滝が物語るもの。床の間の自然界の大観の滝とはまた違う、まるで独
響を聞くような滝の流れの精神性。その下には北海道の湖から取られた流木の桜古木。それによって形作られた船。恩別の河原から取られた石はまるで黄泉の世界へ渡ろうとする仏の姿。右手の高みにはまさに孫悟空が住み、聖王母がその上にいると言われる臥火山や、その宣教を表す千仏石。自然の世界から願う宣教へと広がる世界を部屋全体に飾り上げた一石です。大きなこのような屋敷だと床の間飾りにどうしても目が行きますが、一番熟練の技がいると言われるのは平飾り単体、つまりこのような両袖を持つ鳥の子屏風に一つ飾られる席。わずかに石、水盤、卓、これのみで自身の内容を表現する。そこが究極の飾りの難しさと言われます。世田川の氷紋の入る氷ドラ石。長く伝承されてきたこの石は、小さき中に大いな、そして穏やかな山並みを見せています。新緑の季節、その水、新緑を歌うにふさわしい、名器小当たり青磁浮きぼたん紋長宝。合致するその石と水盤を品格を持って静かに抑えるのは、銀線縁流しを持つ新塗りの天板透かし卓。気高き一石です。奥の間にある広間、そして茶の湯の茶室をつなぐ次の間にあたる場所に、鳥の子4曲を立て回してしつらえた一石です。心拍の古木、八は小当たりとも言える紫泥二重銅紐なでかく長宝。脇には心拍が生きるだろうと心に思う、まさに霞立つ剣山。若き三女の出品による一石は、心拍盆栽というものは何なのかを物語っています。慶賀亭、その奥に位置する精神性高い茶室。この茶室作りの中に飾られた石は、四万十川マグロの山形石。すっきりとした名器原田法雲による村主導楕円。水石には季節を出すのが難しい部分があります。それを掛け軸の中身で表現するのも腕の一つ。幕末に活躍した女流の歌人、大田垣蓮月による月にホトトギスの絵を添えた画賛。一声は、忍びなきてや漏らすらん。月も傾く山ホトトギス。まさに一声トーンと鳴いて、山から山へと一線を飛ぶ月明かりの下のホトトギス。新緑の山々に映るこの句を見ていると、
このマグロ石に静かに緑を感じていくのは大和心でしょうか。床から離れた脇のけこみ部分には、京焼青磁の柿の本の一丸像、史上豊かな世界の茶室飾りです。茶室床の間対面にしつらえられたもう一席。風呂先屏風で小ぶりな水盤石です。京都北部にある名刹下鴨神社。古い名前は三親神社。ここの鮭に伝わったとされるこの鴨川の独特なたまり石は、ややもすれば渡来の唐石を大切にしたものかもしれません。台座での盆石飾りにもふさわしいこの石。季節を考えてたまり姿を見せながらも盆石の歴史を重んじて唐綱の飾りとしました。奥の建物、薬杉の前と続くところに二曲金屏風で季節が花を添えています。長尺の薄墨の富士。古木の富士が今年も見事な花姿を見せています。この藤色こそが1000年以上続く日本の色彩文化の基本の一つとなっています。奥の塔へ行くところにある茶室大庵。精神性高いこの床、そこを飾るにふさわしい石一石。佐治川名石青銅。くず屋と呼ばずに青銅と呼ぶその姿は、まさに品格と凛とした格調があります。屋根に残る天然の色彩が作った白い斑紋。これになぞらえて春の合わせをした見事な掛物。島根藩主松平不昧公が残した桜の画賛。山桜、花の下風吹きにけり、この物事の雪の村木へ。山桜が散ってゆく。その風で散る姿は、まるで世の中と同じように、見方を変えれば、雪が積もってまた消え、人の生き消えまで感じるようだ。一つの石を持って掛物との合わせで表現できる深い世界観。名石名筆と相わす一石です。茶室大庵の高い精神性の対極に飾られた聖泉飾り。名石水府山神久蔵、鴨川石、甲賀一個。余計な飾りを一切省き、水府山神が追い求めた石の中に美と哲学を見る。まさにそれを物語る名石として伝承されています。石の格調を高めるために、小川雄山の鳳凰づかし冠託。精神性の極みは大湾の片隅に静かに響いています。慶賀亭最深部にある薬杉の間。二連の床構えが続くこの席は、熟練でも相照らすのが
指南と言われる床構えとなっています。左琵琶床、右は脇書院。つまり両側とも中心の床柱よりに飾りが集中するというところです。会員友人同士が相照らす席を作りました。左席、瀬田川の薄だまり、わずかにたまるこの石は、おぼのなる月のところに目に見えぬ桜の花びら一ひら二ひら、過ぎゆく季節を静かに捉えた、おぼろとまるで墨流しの筆一つのような石の柔らかさ。そして右床、おぼろの桜の散り桜から松がひょうひょうと立つ姿と、貴船のくずや石の情報通りの一隻は、天空に飛ぶ一線のホトトギス一羽。この二隻は石で送る春の見送り、松で眺める初夏の訪れ、二隻が一つずつであり、そして相わす一隻とも言える飾りです。薬杉の間、二連床の間の前を飾る聖戦飾りの一つ。まさに今のこの季節を歌う青しだれの軽やかな細身の姿。春雨に打たれるようなこの世界の脇には、珍しい京都古道マグロの天然の屋根姿を持つくずや石。もみじも苗木の頃から30年以上会員が育んだと言われる愛情の結晶。石との取り合わせが季節とそこに浮かぶ場所を思わせるほどです。薬杉の間、青しだれもみじの対面を飾る図書三冠の姿。青葉のもみじとは反対に、変わらぬ荘厳な巨木の姿を映し出すこの木は、さながら出羽三山の山奥に立つ社の巨木のような印象があります。自然にろうたけた枝姿が人を見下ろすほどの神々しさがあり、そのような社の道中にはいつの時代に祀られたか多宝塔が浮かぶ。まさに深山の奥に人が祈りを込めた席がここにあります。慶賀亭、普段は使わない2階の大床にしつらえられた名石飾りの一例です。糸掛石の名品、田ごとの月。3代続く大収集家渡辺女学庵の品石として過去半世紀以上公開されなかった石が、明期原田法雲稚児流智門楕円水盤にしつらえられました。春先の水を呼ぶ人の世界、田畑を潤す水が月明かりを映す、その市場を伝える名田ごとの月。ただ段々畑の田は山あいにあります。まだ
散り桜と時にはかすかな淡雪すら降る場所。そこに浮かぶ半月の月が田ごとの水面を照らします。脇にはその田を生きる糧とする白鷺一羽。木彫のこの品作は、蓮の台から一本の足、そして白鷺そのままで、一つの木をくり抜いて作っています。脇床には、その田畑を守る人々が拝み守る社寺の三重の塔。広々とした席に静かな一石を中心に作られた四条と慶主の深さ、満点の一石です。二階大床前にしつらえられた聖戦飾り。会員二人の友人が織りなす一石は、右手に青葉の荒川もみじ、左手にはどのような生き方でここまでの姿になったか赤松の半県外文字。その両側の谷ともいえる場所には貴船石が滝姿を表しています。季節の移ろいはどのような席でもどのような樹種でもその石種の捉え方で完成します。都内でこれほどの場所はありません。今回の原稿回展第17回をこうして皆様にお伝えできるのも春華園小林邦夫先生のご協力のおかげです。ありがとうございました。いかがでしょうか。飾りの世界はキリがありません。一石を作り上げることの難しさ、それを一つの大きな屋敷の中で連席や対面する場所をそれぞれに考えながらお互いが相響き合うようにも作る。そこには熟練の技が必要となります。わびチャンネルは毎年この原稿回展は追い続けたいと思います。過去のアーカイブも含めてお楽しみいただけますよう、ぜひチャンネル登録をなさってください。本日もご視聴ありがとうございました。